インド西部の小さな村の朝。薄明かりの中、女性が井戸まで水を汲みに行く。手にしているのは古びたバケツと、子供の背を支える布。彼女は歩きながら、今日の予算を頭の中で何度も確かめている。朝食に使う米の量、子供の薬の残り、来週の市場で買う種の価格。すべては精密な計算の連続だ。この女性の日常は、経済学の教科書に描かれる、合理的な消費者とは似ても似つかない。しかし、実際には、彼女の意思決定は驚くほど合理だ。ただ、その合理性は、豊かさの中で育まれたものとは全く異なる文脈から生まれている。彼女の選択は、常に、次の危機を避け、今日と明日の狭間で最大の利益を引き出そうとする、極限的な状況下の戦略である。この女性のように、世界中で何億人もの人々が、毎日数ドル以下の予算の中で、複雑な経済的判断を繰り返している。そして、その選択の背後には、従来の経済理論では説明できない、新たな合理性の構造が存在している。アビジット・バネルジーとエステル・ドゥフロが提唱した、貧困の経済学は、こうした日常の細部に光を当てることで、貧困を単なる所得不足ではなく、意思決定の環境そのものが歪められている状態として再定義した。彼らの研究は、貧困層が不合理だから貧しいのではなく、極限の制約の中で最善を尽くすがゆえに、外から見ると非合理的に映る行動をとるという逆転の視点を提示した。この視点の転換は、発展経済学の地殻変動ともいえる変化をもたらした。20世紀の貧困対策は、巨視的な構造改革や大規模な援助に依存してきた。しかし、多くの政策が期待された成果を上げられなかった背景には、現場の現実が無視されていたという共通の原因があった。バネルジーとドゥフロは、その失敗の根源が、推測に基づく政策設計にあると指摘する。政策立案者は、貧困層の行動を、怠惰無知文化的欠陥として解釈し、トップダウンの解決策を押し付けてきた。しかし、実際に貧困層の生活に足を踏み入れ、彼らの意思決定プロセスを観察すると、そこには驚くべきほど精緻な経済的計算が存在していた。例えば、ある調査では、貧困層の家庭が教育に投資しない理由は、学費が高いためではなく、教育のリターンに対する信頼が薄いからであることが明らかになった。彼らの周囲には、学校を出て成功した人がおらず、教育が将来の生活を改善するという因果関係が、現実として捉えにくいのである。また、子供を学校に行かせるより、畑の手伝いや家事の分担に回すことが、今日の食料や安全を保障する現実的な選択となる。こうした選択は、長期的な視点から見れば非合理的に見えるが、日々の生存を最優先するという文脈では、極めて合理的な判断である。バネルジーとドゥフロは、こうした現実を、貧困の生態系と呼び、教育、健康、金融、情報アクセスの各分野が互いに影響し合い、貧困を再生産する構造として理解した。この生態系の中で、一つの選択が他の選択を制約し、連鎖的に悪循環を生む。例えば、健康を損ねれば労働時間が減り、収入が下がり、医療費の支払いが貯蓄を食い、次の予防措置を取れなくなる。この連鎖を断ち切るには、単一の政策ではなく、複数の介入が連動した精密なアプローチが必要となる。彼らのアプローチの核心は、こうした複雑さを解きほぐすための科学的方法である。それは、薬の臨床試験のように、政策の効果を厳密に検証する無作為対象試験、RCT の導入だった。RCT は、ある介入を無作為に選ばれたグループに提供し、提供されなかったグループと比較することで、その政策が実際に効果を持ったのかどうかを因果関係として明らかにする。この手法により、従来の善意の政策が、実際に現場で何をもたらしたのかを、偏見なく測定することが可能になった。彼らが MIT に共同で設立した JPAL、アブドゥル・ラティーフ・ジャミール貧困対策実験室は、この RCT を世界中に広め、数百件の実験を通じて貧困対策の効果を実証してきた。その結果、いくつかの常識が覆された。例えば、教育分野では、教科書の大量配布よりも、学力に応じた個別指導が学力向上にはるかに効果的だった。健康分野では、無料で提供される駆虫薬よりも、わずかな手数料を払った方が使用率が高くなるという、直感に反する結果も得られた。この現象の背景には、無料は価値が低いという心理が働き、わずかな支払いが利用の真剣度を高めるという行動経済学の知見がある。こうした発見は、
制作設計のアプローチ自体を根本から変えるものだった。バネルジーとドゥフロは、小さな成功の累積こそが持続可能な変化を生むと強調する。大規模な改革は理想だが、それが失敗するリスクも高い。一方で、現場の現実を丹念に観察し、RCT で効果を検証した微細な介入を積み重ねることで、確実に前進できるというのだ。彼らのアプローチは、経済学を神の視点から離れた地面に立った視点へとシフトさせた。そして、貧困層を救済の対象ではなく、賢い意思決定者として再定義した。彼らは、限られた資源の中で、リスクを計算し、選択を最適化する、裸足のヘッジファンドマネージャーなのである。行動経済学は、人間が常に合理的に振る舞うという伝統的経済学の前提を根本から問い直す学問である。アマティア・センが、合理的とは、一貫した先行に基づいて行動することと定義したように、経済学は長らく、人間を完全な情報と無限の計算能力を持つ、ホモ・エコノミクスとして扱ってきた。しかし、現実の人間はそうではない。私たちは時間と注意力に限りがあり、感情に左右され、認知の歪みに気づかず行動する。行動経済学は、こうした限定合理性を前提とし、人々が実際にどのように意思決定するかを観察することで、予測を超える行動のパターンを明らかにしてきた。バネルジーとドゥフロは、この行動経済学の枠組みを貧困研究に応用した先駆者である。彼らの眼差しの先にあるのは、貧困が心に与える負担だった。スカーシティ理論、不足の理論は、慢性的な資源の欠如が、認知資源を消耗させ、長期的思考を阻害するという仮説を提示する。例えば、お金が常に足りない状態に置かれた人は、その都度の支出のやりくりに意識を奪われ、貯蓄や教育投資といった将来の利益を無視する傾向が強くなる。これは、意思決定の枯渇と呼ばれる現象であり、日常の選択が積み重なることで、精神的エネルギーが尽き果て、より大きな判断をする余力がなくなる。ある実験では、低所得者層に複雑な融資条件の選択をさせたところ、事前に他の困難な決定を強いられたグループは、明らかにプーラチョイスを下すことが示された。これは、貧困が単なる経済的状態ではなく、認知的、心理的状態そのものであることを意味している。こうした視点は、なぜ貧困層は貯蓄しないのか、なぜ予防医療を受けないのか、という問いに対する理解を深める。例えば、貯蓄は長期的利益を重視する、時間先行の低い人々に特徴的だが、貧困層は現在の必要に迫られ、将来の利益を割り引く傾向が強い。これは、現在バイアスと呼ばれる認知バイアスであり、今日の空腹を満たすことの価値を、明日の安全な食料よりも高く評価してしまう構造である。このバイアスは、すべての人間に共通するが、貧困という環境下では、その影響が極端に強調される。バネルジーとドゥフロは、こうしたバイアスを、欠陥として批判するのではなく、環境が引き出す、自然な反応として捉える。そして、政策設計では、こうしたバイアスを回避するのではなく、むしろ活用すべきだと提唱する。ナッジとは、人々の選択を自由に保ちつつ、より良い方向へと自然に誘導する仕組みのことである。例えば、ワクチン接種率を上げるために、接種を受けた人に小さな報酬、豆数キロを与えるという実験が行われた。この報酬は、経済的には微々たるものだが、心理的な動機づけとして強力な効果を発揮した。なぜなら、現在バイアスを持つ人々にとって、即時的な報酬は、将来の健康という抽象的な利益よりも強く響くからである。また、選択アーキテクチャとは、選択肢の提示の仕方そのものを設計することで、望ましい行動を促す手法である。デフォルト設定を変えるだけで、貯蓄率が劇的に向上する事例もある。貧困層向けのマイクロ保険で、加入をデフォルトでオンにした場合、脱退率は極めて低かった。これは、人々が現状維持バイアスを持つため、わざわざ手続きを踏んで解除しないという心理を利用したものである。こうした行動経済学の知見は、貧困対策を教育と啓発の枠から、環境設計という新たな次元へと引き上げた。人々を変えるのではなく、環境を変えることで、自然と良い選択が選ばれるようにする。これは、上から目線の指導ではなく、現場の現実を尊重した、競争のアプローチである。バネルジーとドゥフロは、こうした微細な介入が、構造的改革と対立するものではなく、むしろその成功を支える基盤になると強調する。大規模な制度変更がなされても、現場で人々がその恩恵を受け取らなければ意味がない。
そのためには、人々の意思決定プロセスを正確に理解し、その流れに沿った支援が必要なのである。例えば、政府が無料の教育サービスを提供しても、親が学校の価値を信じなければ子供は通わない。そこで、学力別指導や短期的な成果の可視化によって、教育の効果を早期に実感させることで、親の信頼を得る戦略が有効だと判明した。こうしたアプローチは、政策の効き目を高めるだけでなく、持続可能性も確保する。なぜなら、外部からの強制ではなく、当事者の内発的な動機づけが育まれるからである。行動経済学は、貧困を個人の失敗ではなく、環境の失敗として再解釈することで、責めるのではなく、支えるという視点を生み出した。そして、その環境を少しずつ、確実に変えていくことが、貧困からの脱出への現実的な道となる。プアエコノミックスは、単なる政策提言集ではなく、貧困層の生活そのものに耳を傾けるという姿勢の結晶である。バネルジーとドゥフロは、十数年にわたり、インド、ケニア、インドネシア、モロッコなど、世界の貧困地域を訪れてきた。彼らの調査は、統計データの分析にとどまらず、家庭を訪ね、人々と長時間話し、彼らの支出記録を読み解き、選択の理由を一つ一つ聞き取るという、極めて地道な作業の積み重ねだった。その結果、貧困層の行動には、外側からは見えない、論理が存在することが分かった。例えば、ある村では、家庭が高金利の貸金業者から借金を重ねており、貯蓄すればいいのに、という外部の指摘がよくあった。しかし、実際には、彼らが貯蓄しないのには明確な理由があった。現金を家に置いておくと、親戚や近所からの借金依頼が絶えず、また、自分自身の衝動的支出を抑えることができない。そこで、あえて高金利の借金を選ぶことで、返済の義務という外的な制約を作り出し、支出をコントロールしているのである。これは、自己制御のための工夫であり、極限の環境下で生み出された知恵である。また、健康面でも同様の洞察が得られた。多くの貧困層が、病気が重くなってから高額な民間病院にかかる傾向があるが、これは、予防医療の無知ではなく、予防の価値が実感できないという構造的な問題に起因する。無料のワクチン接種会場があっても、その効果が目に見えず、また、接種のために何時間も並ぶコストが重くのしかかる。しかし、そこに、接種後に豆をもらえるという小さなインセンティブを加えるだけで、参加率が劇的に向上する。これは、短期的な報酬が、将来の利益を重視する心理的ハードルを下げる効果を持っていることを示している。教育の分野でも、同様の精密な分析が行われた。多くの国で、教員の増員や教科書の配布が優先されるが、実際の学力向上にはほとんど効果がないことが RCT で示された。その代わりに、学力に応じた指導や、ボランティアによる個別補習が、著しい成果を上げた。これは、教育の質よりも、教える内容とタイミングが重要であることを示唆している。例えば、算数ができない子供に、そのまま通常の授業を続けるのではなく、基礎の段階から個別に指導することで、短期間で大きな進歩が見られた。こうした介入は、システム全体の改革が難しくても、現場で即座に実行できるという利点もある。バネルジーとドゥフロは、こうした現場の知を政策に反映させる重要性を強調する。貧困層は、自らの問題に対して、すでに多くの解決策を試しており、その中には極めて創造的なものも含まれる。政策の役割は、その知恵を無視するのではなく、それを支援し、拡張することにある。例えば、貧困層が自発的に作った貯蓄グループは、銀行が届かない地域で金融サービスの代替として機能している。こうした草の根の仕組みを、公的支援で補強することで、持続可能な金融包摂が実現できる。彼らのアプローチは、トップダウンでも、ボトムアップでもなく、双方向の対話である。政策立案者が現場を訪れ、住民と議論し、RCT で検証し、結果をフィードバックするというサイクルを繰り返すことで、信頼関係を築きながら変化を生み出す。このプロセスは時間がかかるが、その分、持続性と実効性が高い。プアエコノミックスの進化は、貧困を問題のリストとして扱わず、人々の生活の物語として捉えた点にある。そこには、統計では見えない希望、努力、計算、妥協がリアルな形で描かれている。そして、その物語を丁寧に読み解くことで、貧困対策の新しい地図が描かれたのである。
無作為対象試験 RCT は、バネルジーとドゥフロのアプローチの柱であり、同時に、発展経済学における方法論の革命でもあった。従来、貧困対策の効果は、前後比較や相関分析によって評価されることが多かった。しかし、それらの方法では、政策が効いたのか、それとも他の要因が働いたのかを厳密に分離することができない。RCT は、この因果関係の問題を解決するために、自然科学の実験手法を経済学に持ち込んだ。例えば、ある村で教育支援プログラムを導入する場合、参加する家庭を無作為に選び、それ以外の家庭を対象群とする。両者の背景が統計的に同等であることが保証されるため、結果の差は、ほぼ確実にそのプログラムの効果と結論付けられる。この手法は、健康、金融、農業、ジェンダーなど、様々な分野で応用されてきた。ケニアでの一例では、農家の収入向上を目的に、肥料の早期購入を促すための割引クーポンを無作為に配布した。その結果、割引を受けた農家は、収穫量と収入が優位に増加した。この実験は、貧困層は投資しないという固定観念を覆し、単にタイミングの問題であることを明らかにした。肥料は収穫直後が最も手元に現金がある時期だが、その時期に購入を決断できないため、後で高価格で買わざるを得なくなる。割引という小さなインセンティブが、この意思決定の障壁を乗り越える鍵となったのである。RCT の強みは、単に効くか効かないかを測るだけでなく、なぜ効くのかを深く理解できる点にある。ある健康介入でワクチン接種率が上がった場合、それが、情報不足の解消によるのか、アクセスの改善によるのか、心理的報酬によるのかを、複数の実験群を設定することで解明できる。このように、RCT は政策のメカニズムを解剖するツールでもある。当然、RCT には限界もある。実験は特定の地域や文化に依存するため、その結果を他の文脈にそのまま適用するには慎重さが求められる。また、実施には人的財政的コストがかかる。しかし、バネルジーとドゥフロは、RCT を、すべての答えとは言わず、最も信頼できる問いかけの方法と位置づける。政策は一度実施されると、莫大な資源を消費する。その前に、RCT で小さなスケールで効果を検証することは、むしろ責任ある姿勢である。彼らの提唱するアプローチは、考えるな、やれ、という実践主義でも、理論先行の理想主義でもない。それは、問いを立て、検証し、学び、改善するという科学的プロセスそのものである。この方法論は、貧困対策に限らず、教育、環境、公共政策全般に影響を与えている。21世紀の複雑な社会課題に対して、感情やイデオロギーではなく、証拠に基づいた判断が求められる中で、バネルジーとドゥフロの仕事は、経済学が社会を変えるための強力なツールとなり得ることを示した。貧困は、魔法のように消える問題ではない。しかし、一つ一つの疑問に丁寧に答えを出し、小さな成功を積み重ねていくことで、希望は確かに広がっていく。彼らのメッセージは、経済学の謙虚さと、現場への敬意の中に、未来への確かな道筋を見出そうとする、静かな革命である。インドの小さな村、ラジャスタン州の片隅に位置するある家庭では、毎朝母親が炊き上げる朝食が家族の命を支える。しかし、その食卓には肉や野菜はおらず、ごく薄いお粥が数杯だけ置かれる。この家族は、日々の食料をどうするかという問題に追われ、子供たちの教育や健康への投資は後回しにされている。このように、貧困に苦しむ人々の多くは、単に収入が低いというだけでなく、毎日の生活に必要な資源が限られており、そのことが彼らの思考や行動に深い影響を与えている。2013年に発表されたスケアシティ。Why Having Too Little Means So。マッチという書籍では、貧困という状況が、スカーシティマインドセットとして人の認知に影響を与えるメカニズムが詳細に論じられている。この理論によれば、スカーシティとは、持っているものが、必要なものよりも少ないと感じることを指す。それは金銭的な不足だけでなく、時間、人間関係、認知能力などあらゆる資源の不足を含む広範な概念である。この理論の中心的な主張は、資源の不足が精神的な帯域幅、つまり人間が意思決定や問題解決を行うための認知的リソースを圧迫するということだ。スカーシティが認知に与える影響は、驚くほど深刻である。ある研究では、スカーシティの状態にある人々の認知機能が、平均で13IQ ポイント分低下するという結果が示されている。
これは、一晩眠らなかった状態に近い影響であり、意思決定能力や注意力に大きな支障をきたす。例えば、貧困層が毎日のように食費や家賃の支払いに追われていると、そのことで頭がいっぱいになり、教育や将来の計画など長期的な視点に立った行動が難しくなる。この状態をトンネル視、トンネリングと呼ぶ。トンネル視とは、目の前の緊急課題にしか注意が向かわず、長期的な利益を考える余裕がなくなる現象である。このトンネル視の影響は、意思決定にも顕著に現れる。例えば、貧困層は緊急の出費に備えるために高金利の借金に頼ることが多い。これは一見すると非合理的な行動に思えるが、スカーシティの視点から見ると、それは、目の前の火を消すためのやむを得ない選択である。しかし、その結果として借金が膨らみ、さらに貧困が深まるという負のスパイラルに陥ってしまう。このように、スカーシティは短期的な対処を優先させるがゆえに、長期的には不利な結果を招くことが多い。さらに、スカーシティはストレスを増幅させる。資源が限られている状況では、常に足りないという感覚が心を支配し、それが不安や抑うつといった心理的負担を生み出す。これらのストレスは、さらに認知能力を低下させ、自己効力感を失わせる。自己効力感とは、自分自身が物事を変える力を持っているという感覚であり、これが低下すると、貧困から抜け出すための行動を起こす意欲が失われる。こうして、貧困は単なる経済的問題ではなく、心理的認知的な問題としても存在し、その結果として貧困の連鎖が生み出される。このように、スカーシティ理論は、貧困が思考の帯域幅に悪影響を与えるという点に着目し、従来の経済学では説明しきれなかった貧困層の行動パターンを新たな視点で捉え直している。資源が限られている状況では、人は合理的な判断ができにくくなり、それが貧困をさらに深めるというメカニズムが明らかにされたのだ。この理解は、政策形成においても重要な意味を持つ。例えば、手続きを簡素化したり、自動的に貯金ができる仕組みを導入したりすることで、貧困層の認知的負担を軽減し、より良い意思決定を促すことができる。ケニアのナイロビ郊外では、ある女性が毎朝市場に出向き、野菜を売る小さな屋台を営んでいる。彼女は週に数ドルしか稼げないが、それでも少しのお金を貯めようと努力している。しかし、家族の医療費や子供の学校費用が突然必要になると、貯金を崩さざるを得なくなる。こうした状況は、貧困層の財務意思決定の現実を象徴している。彼らは長期的な貯蓄よりも、日々の生活に必要な支出を優先せざるを得ず、その結果として貧困からの脱出が難しくなる。行動経済学の視点からは、貧困層の貯蓄行動や借り入れ行動は、自己制御の限界や時間先行の歪みといった心理的要因によって影響を受けているとされる。自己制御とは、将来の利益を優先して現在の欲求を抑える能力のことであり、これは特に貧困層にとって難しい課題である。日々の生活に追われる中で、将来のために我慢をするという選択肢は、現実的に難しい。また、時間先行とは、現在の利益と将来の利益のどちらを重視するかという傾向を指す。貧困層は将来の利益を割り引く傾向が強く、その結果として、教育投資や健康対策など長期的な利益を得るための行動が後回しにされがちである。こうした心理的要因に加えて、貧困層は金融リテラシーの低さや、信頼できる金融機関へのアクセスの困難さなど、構造的な障壁にも直面している。多くの貧困層は、銀行口座を持たず、現金だけでやりくりしている。これは、貯蓄を難しくし、緊急時に備える手段を失わせる。そのような中で、マイクロファイナンスという仕組みが注目された。マイクロファイナンスとは、貧困層に対して小口の融資や貯金サービスを提供する金融制度であり、特に女性の経済的自立を促進する役割を果たしてきた。しかし、マイクロファイナンスにも限界がある。ある研究では、マイクロクレジット、小口融資を利用する人々の多くが、借金を返済するのに苦労し、さらなる借金を重ねるという状況に陥っていることが明らかにされた。これは、自己制御の限界が原因の一つである。つまり、貧困層が大口の資金を得ても、それを長期的な投資ではなく、短期的な生活費に充ててしまう傾向があるのだ。このように、マイクロファイナンスは貧困層の経済活動を支える可能性を秘めているが、それを利用する際には、行動経済学的視点からの支援が必要である。具体的には、自動的に貯金が行われる仕組みや、支払い期限の柔軟性を高める制度、金融教育の提供などが有効とされている。例えば、
貯金額を自動的に引き落とす仕組みを導入することで、自己制御の限界を補うことができる。また、支払い期限を柔軟に設定することで、収入の不安定な人々でも安定して借金を返済できるようになる。さらに、金融リテラシーを高める教育を通じて、貧困層がより良い財務意思決定を行えるよう支援することが求められる。貧困層の貯蓄行動や借入行動は、単なる経済的制約だけでなく、心理的認知的要因によっても大きく左右される。資源が限られている状況では、人は短期的なニーズに集中し、長期的な利益を軽視する傾向がある。この傾向を変えるためには、制度設計において行動経済学の知見を活用し、貧困層の認知的負担を軽減する介入が必要である。そして、そのような支援がなければ、貧困は単なる経済的問題ではなく、継続的な心理的認知的制約として存在し続けるだろう。マラウイの農村に住むある家族は、毎日トウモロコシの粉で作った薄い貝を食べている。肉や野菜はおろか、果物や乳製品もほとんど口にすることはない。この食生活は、栄養的に偏りがちであり、特に成長期の子供たちにとっては深刻な問題である。栄養不足は、身体の成長だけでなく、脳の発達にも悪影響を及ぼし、学習能力や意思決定能力を低下させる。これは、貧困と栄養の関係が単に、食べるものが少ないという問題ではなく、長期的な人間の能力形成にも影響を与えることを示している。栄養と貧困の関係は、双方向的なものである。一方では、貧困が栄養状態を悪化させる。収入が限られているため、高価なタンパク質やビタミンを含む食品を購入することができず、栄養バランスの取れた食事をとることができない。他方では、栄養不足が貧困を再生産する。栄養が不足すると、身体の免疫力が低下し、病気にかかりやすくなる。また、脳の発達にも影響を与え、学習能力や労働生産性が低下する。このように、栄養と貧困は互いに影響を及ぼし合い、悪循環を形成している。実証研究でも、栄養不足が学習能力や生産性に深刻な影響を与えることが示されている。ある研究では、幼少期に十分な栄養を取れなかった子供は、成人になってからの収入が平均して 20% 低いという結果が報告されている。これは、栄養不足が脳の発達を妨げ、認知能力を低下させたためと考えられる。また、別の研究では、鉄分や要素の不足が注意力や記憶力に悪影響を及ぼし、学業成績が下がるという結果も出ている。さらに、栄養不足は意思決定にも影響を与える。脳に十分なエネルギーが供給されないと、意思決定能力や自己制御能力が低下し、短期的な満足を優先する傾向が強まる。これは、貧困層が衝動買いや高金利の借金に手を染めやすい理由の一つでもある。つまり、栄養不足は貧困を再生産するだけでなく、貧困層の行動にも悪影響を与えるというメカニズムが存在する。このように、栄養と貧困の関係は、単に食べるものが少ないという問題ではなく、人間の認知や行動にも深く関与している。そして、この悪循環を断ち切るためには、栄養改善と貧困対策の両面からのアプローチが必要である。例えば、学校給食や補助食品の提供を通じて、子どもたちの栄養状態を改善することで、学習能力や将来の生産性を高めることができる。また、栄養に関する教育を普及させることで、貧困層がより良い食生活を選択できるよう支援することも重要である。栄養と貧困の関係は、単なる経済的問題ではなく、社会全体の持続可能な発展にも影響を与える。貧困層の栄養状態を改善することは、単に健康を守るだけでなく、教育や経済成長にも寄与する。この点に着目した政策が、今後ますます求められている。バングラデシュでマイクロファイナンスが広がった1990年代、多くの貧困層が小口融資を利用して小さな事業を始め、生活を立て直すきっかけとなった。しかし、その一方で、すべての利用者が成功を収めたわけではない。一部の人々は返済に苦しみ、さらに借金を重ねるという状況に陥った。このように、マイクロファイナンスは貧困緩和に一定の役割を果たしているが、その効果は均一ではなく、利用の難しさや行動的要因によって、期待された成果を十分に発揮できていない面もある。ランダム化比較試験、RCT を用いた研究では、マイクロファイナンスが収入や貯蓄、資産形成にポジティブな影響を与えることが示されている。特に、女性の経済参加が促進され、家庭内での地位向上や栄養状態の改善、
児童労働の削減など、非経済的な成果も確認されている。しかし、近年の研究では、その効果は限定的であり、貧困削減のための最適な手段とは言えない可能性も指摘されている。その背景には、行動経済学的要因が存在する。例えば、自己制御の限界により、貧困層は融資を受けた資金を投資ではなく生活費に充てがちである。また、時間先行の歪みにより、短期的な利益を優先し、長期的な成長につながる投資を避けてしまう傾向がある。さらに、金融リテラシーの低さや、返済条件の複雑さが、返済計画を立てにくくし、結果として借金を増やす原因となっている。これらの課題を克服するためには、制度設計の工夫が必要である。例えば、貯蓄を自動化する仕組みや、支払い期限を柔軟に設定する制度、金融教育の提供などが有効とされている。また、融資の利用目的を限定するなど、行動間と要因を考慮した介入が求められている。マイクロファイナンスは、貧困層への金融サービスの提供という観点では画期的であるが、利用者の行動や心理的要因を無視したままでは、その効果は限界がある。貧困からの脱却を目指すには、行動経済学の知見を活用した支援が不可欠である。教育は貧困の連鎖を断ち切る鍵であり、その重要性は、特に早期からの介入によって顕著に現れる。幼少期の認知発達、読み書きや計算能力の育成、問題行動の早期対応、育児スキルの向上など、これらの取り組みは、将来的な学力や就労成果に持続的な性の影響をもたらす。貧困家庭の子どもたちは、多くの逆境に同時に直面する傾向があるため、教育支援もまた多面的なアプローチが求められる。単に学校に通える環境を整えるだけではなく、学習意欲を引き出し、継続的な学びを支える仕組みが不可欠である。こうした課題に応えるため、行動経済学に基づく教育政策が注目されている。その代表例が、条件付き現金給付、CCT プログラムである。この制度は、低所得層の生活水準向上と長期的な貧困解消を目指して設計されたもので、中南米諸国を中心に広く導入されてきた。CCT は、受給者が教育、医療、栄養などに関する一定の条件を満たすことを前提に現金を支給する仕組みである。単なる所得保障ではなく、人間資本への投資という観点から位置づけられるこの政策は、就学率の向上、母子保険の利用率増加、小児労働の削減といった具体的な成果を上げている。特に初等教育段階において早期に介入した場合、将来的な労働市場での所得向上や雇用機会の拡大に優位な影響を与えることが、複数の研究によって明らかにされている。例えば、メキシコのプログレサ・ゲンオポルトゥニダッテスでは、学校への定期的な出席や健康診断の受診を条件に現金を支給することで、教育機会の均等化と健康状態の改善を同時に実現した。このプログラムは、受給者家族の生活の質を高めるだけでなく、次世代における貧困の再生産を防ぐ効果も期待された。CCT の設計には、行動経済学の知見が深く取り入れられている。貧困は単なる所得不足ではなく、認知資源の枯渇を引き起こし、判断力や将来志向の低下を招く。この貧困の心理的負荷は、人々を短期的な選択に傾けさせ、望ましくない行動を促してしまう。しかし、条件付き現金給付は、こうした認知的制約や自己制御の限界に配慮しつつ、行動を促す仕組みを備えている。例えば、支給のタイミングや条件の明確化、定期的なフォローアップなど、受給者が行動を維持しやすい環境を作り出す工夫がなされている。また、CCT の成功には、制度設計における透明性と効率性も大きく貢献している。サティアージット・ラーマヌジャン財団の研究によれば、CCT は、恒久的な福祉ではなく、一時的な人間資本投資として機能すべきであり、官僚的遅延や腐敗の回避、行動変容の促進という点で、従来型の援助とは一線を画す。このように、CCT は単なる経済的支援を超えて、教育や健康など将来への投資を促す政策として機能している。さらに、行動経済学のもう一つの重要な概念である、ナッジも、教育分野での応用が進んでいる。ナッジ理論は、個人の選択環境、チョイス、アーキテクチャを微調整することで、自発的な行動変容を促すアプローチであり、教育政策にもその手法が活かされている。例えば、SMS リマインダーの送信や申込書の簡素化、自動登録の導入などは、認知的負担を軽減し、通学や学習への意欲を引き出す効果がある。こうした介入は、
強制ではなく、選択の自由を保持しつつ、より良い選択を容易にする点で、倫理的配慮もなされていると評価されている。保健政策と健康行動の変容においても、行動経済学の知見は重要な役割を果たしている。特に、予防接種率や寄生虫駆除の普及における行動的障壁を克服するためには、従来の情報提供や教育だけでは不十分であり、行動の文脈に根ざした介入が必要とされる。例えば、アフリカや南アジアの一部の地域では、医療へのアクセスが限られているだけでなく、健康行動に対する認知バイアスや社会的要因が、予防的行動を妨げる要因となっている。こうした課題に対し、RCT、無作為対象試験による研究が有効性を示したのは、小さなインセンティブ、ナッジが大きな行動変容を促す可能性である。インドでの実証研究では、移動ワクチン接種キャンプにおいて米 1kg の報酬を提供したことで、接種率が3倍に跳ね上がった。このように、経済的なインセンティブが、健康行動への参加意欲を高める効果があることが確認された。これは、貧困層が抱える認知的負担や将来志向の低下を考慮しつつ、行動を促す手段として有効であることを示している。また、寄生虫駆除の普及においても、行動的障壁の解消が求められている。寄生虫感染症は、特に子供たちの健康や学習能力に深刻な影響を及ぼすが、感染予防や治療へのアクセスが十分でない地域も多い。こうした状況では、無料での薬品配布や集団接種キャンペーンが、行動のスイッチを押しやすくする役割を果たす。特に、集団内で接種率が高まると、社会的規範が形成され、個人の行動にも好影響を与えることが分かっている。保健政策におけるナッジの一例として、接種日程のリマインダーを SMS や音声メッセージで送る手法が挙げられる。このように、行動を起こすためのきっかけを提供することで、健康行動への参加を促すことができる。また、申し込み手続きの簡素化や、医療機関へのアクセスの改善も、行動のハードルを下げる効果がある。こうした介入は、強制ではなく、個人の選択を尊重しつつ、望ましい健康行動を支援する点で、行動経済学の理念に合致している。保健分野における行動介入の成功には、継続的なモニタリングと評価も重要である。RCT による研究は、政策の効果を正確に測定し、介入の最適化に貢献している。ただし、RCT には外部妥当性や長期効果の捉え方に関する限界もあるため、大規模な観察研究やシステマティックレビューとの併用が求められる。これらの方法論を統合的に活用することで、保健政策のより実践的な設計と効果検証が可能となる。時間先行と割引行動は、貧困層の意思決定に大きな影響を与える要因である。特に、現在思考プレゼント。バイアスという認知バイアスは、長期的な利益よりも短期的な満足を優先する傾向を生み出し、教育や健康への投資を妨げるメカニズムとして知られている。これは、将来の利益を過小評価し、即時の報酬を過大評価する心理的傾向であり、貧困層の行動選択に顕著に現れる。行動経済学では、人々の選考を割引因子、ディスカウント、ファクターという指標で測定し、将来の利益をどの程度重視するかを数値化する。研究によれば、貧困層の割引率は高く、将来の利益を現在価値に換算した時の価値が極めて低くなる傾向がある。このため、教育や健康への長期的投資が難しくなり、短期的な生活の維持に追われる結果となる。この傾向は、教育分野でも顕著に現れる。例えば、学校に通い続けることが将来の収入向上につながることは分かっていても、現在の労力や機械費用が重くのしかかり、途中で学業を断念してしまうケースがある。また、健康面でも、予防医療や栄養管理といった長期的な健康維持のための行動が、即時の経済的困難や生活の厳しさによって後回しにされがちである。この現在思考を緩和するためには、行動の文脈に沿った介入が必要となる。例えば、教育支援においては、学習成果の可視化や短期的な報酬を組み合わせることで、学ぶことへの即時的な満足感を提供する。また、健康行動においては、定期的な健康診断の結果をフィードバックすることで、行動と健康状態の関連性を意識づける効果がある。こうした介入は、長期的な利益を実感しやすくし、行動の継続性を高める役割を果たす。さらに、時間先行の理解には、文化的、社会的な要因も関係している。例えば、将来への不安が強い環境では、現在の生活を優先する傾向が強まりやすい。
こうした背景を踏まえ、政策設計においては、希望や将来への期待を喚起するメッセージを盛り込むことも重要である。希望の有無は、意思決定に大きな影響を与えるため、将来志向を高めるためには、個人の未来像を明確にし、達成可能な目標を設定する支援が必要となる。社会的期待と希望は、貧困層の意思決定において決定的な役割を果たす。希望とは、将来に対する肯定的な展望であり、それが欠如すると、行動のモチベーションや長期的な投資意欲が低下する。貧困層が将来への希望を持てない状況では、教育や健康、貯蓄といった長期的利益をもたらす行動が困難になる傾向がある。行動経済学では、希望の経済学として、将来志向やリスク認識、意思決定の質に与える影響が研究されている。希望が欠如すると、人々は将来の利益よりも現在の生存に焦点を当て、短期的な選択に傾く。これは、前述の現在志向とも関連し、貧困の持続的な再生産を助長する要因となる。こうした状況に対応するためには、希望を喚起する政策が不可欠である。例えば、教育分野では、将来の職業や生活の可能性を具体的に提示し、目標達成のための支援を提供する。健康分野では、定期的な健康診断の結果をフィードバックし、行動と健康状態の関係を明確にする。また、金融分野では、貯蓄目標の可視化や成功事例の共有を通じて、経済的安定への道筋を示す。希望を育む政策には、心理的支援も重要である。モチベーショナル、インタビュー、モチベーショナ。インタビューイングや認知行動療法、CBT など、エビデンスに基づく心理的介入は、個人の自己効力感や将来への期待を高める効果がある。これらの手法は、教育、健康、金融支援などの分野に統合されることで、より包括的な貧困対策を構築する可能性を秘めている。貧困の連鎖を断ち切るためには、単なる経済的支援だけでなく、希望を育てる環境を作り出すことが求められる。行動経済学の知見を活用した介入は、個人の心理的状態や社会的背景に配慮しつつ、行動の継続性を支える仕組みを提供する。こうしたアプローチこそが、持続可能な経済的包摂を実現する鍵である。インドの農村地域で、ある行動介入プログラムが実施された。これは、貯蓄の重要性を住民に理解してもらうための簡潔なメッセージを定期的に送るというものだった。しかし、その効果は期待ほどではなかった。同じ頃、ケニアでは、別の方法が取られていた。住民に直接、貯蓄の習慣を身につけるためのサポートと、金融教育を組み合わせたプログラムが導入された。その結果、貯蓄率は大きく上昇し、家庭内の経済状況も改善した。このように、同じ行動経済学の理論に基づいて設計された介入であっても、地域や文化によってその効果には大きな差が生じる。この違いを生む要因は、地域社会の価値観や経済慣習、そして人々の意思決定に影響を与える社会的構造にある。インドの事例では、貯蓄という行為が個々の選択として捉えられていたため、メッセージの効果は限定的だった。一方、ケニアでは、貯蓄が将来の家族のための投資として文化的に受け入れられており、それに基づいた支援が成功につながった。このように、行動経済学に基づく介入が効果を発揮するかどうかは、地域の文化的、社会的コンテクストに深く依存している。さらに、宗教や伝統、社会階層が意思決定に与える影響も無視できない。例えば、南アジアの一部地域では、女性の経済活動への参加が制限されている。そのため、金融サービスへのアクセスを広げる介入をしても、女性自身がそれを十分に活用できないという現実がある。一方で、東アフリカの一部地域では、女性の経済参加が社会的に奨励されており、そのような介入が成功する土壌がすでに存在していた。こうした違いは、行動経済学の介入が、一様に効果があると考えることの危険性を浮き彫りにしている。政策立案者が、ある地域での成功事例をそのまま他の地域に移植しても、必ずしも同じ結果が得られるわけではない。むしろ、文化的背景や社会構造を無視した介入は、逆効果を生む可能性すらある。例えば、欧米で効果があった、選択のデフォルト設定が、集団主義文化が根付いている地域では個人主義的な価値観を押し付けていると受け取られ、反発を招くこともある。こうした課題を踏まえ、近年では、文化的感受性を備えた行動介入の必要性が強調されている。つまり、単に行動理論を適用するだけでなく、
地域社会の価値観や歴史的背景、社会構造を理解した上で、介入をカスタマイズするアプローチが求められているのだ。例えば、インドでは、貯蓄を個人の問題として扱うのではなく、村全体で共有する目標として捉えることで、貯蓄率の向上が見られるようになった。これは、地域の集団主義的な文化を尊重しつつ、行動経済学の理論を活用した成功例である。このような事例は、行動経済学の介入が持つ可能性と同時に、その限界も教えてくれる。一見すると普遍的な理論に見える行動経済学も、現地の文脈を無視して適用すれば、その効果は薄れてしまう。政策設計においては、地域ごとの文化的、社会的要因を深く理解し、それらを踏まえたカスタマイズが不可欠である。行動経済学は、あくまで道具であり、その使い方には文化的洞察が伴わなければならない。行動経済学の研究が注目を集める一方で、その方法論に対する批判も高まっている。特に、多くの研究で用いられるランダム化比較試験、RCT の外部妥当性の問題は、学術界で継続的な議論を呼んでいる。RCT は、因果関係を明確に示すための強力な手法であるが、その結果が他の地域や状況に一般化できるかどうかについては、疑問が呈されている。例えば、インドの農村で効果があった貯蓄促進プログラムが、同じ手法を用いてケニアやブラジルで実施された場合、必ずしも同じ成果が得られるとは限らない。これは、RCT の設計が特定の環境下でのみ有効であり、他の文脈では意味をなさなくなる可能性があるためだ。また、介入の規模を拡大する際に生じる、スケーラビリティの課題も指摘されている。小さな地域での成功事例を、国家レベルにまで拡張する際には、実施体制や資金、人材などの制約が生じる。それにより、介入の質が低下し、効果が薄れてしまうことがある。さらに、行動経済学の研究が構造的要因を軽視しているという批判も根強い。多くの介入は、個人の認知的制約や行動の歪みに焦点を当てているが、貧困の根本的な原因である所得格差や制度的不平等、政治的権力の集中といった構造的要因には触れにくい。例えば、ナッジによって人々の貯蓄行動を改善しても、賃金が低く、社会保障が不十分な状況下では、その効果は限界がある。行動経済学の第一波は、個人の選択に注目したが、第二波では、社会的歴史的背景が行動に与える影響を理解する必要性が強調されている。このような批判を踏まえ、近年では RCT に加えて、観察研究や質的調査、長期的な追跡調査など、複数の方法論を組み合わせたアプローチが求められている。これにより、介入の因果関係を明確にしつつ、その背景にある構造的要因や文化的要因も考慮に入れることができる。また、政策設計においては、行動介入だけでなく、所得支援や雇用創出、教育制度の改善など、構造的変化を促す施策と併用する必要がある。例えば、メキシコのプログレサ、ゲンオポルトゥニダッツという条件付き現金給付プログラムは、行動介入と制度的改革を組み合わせた成功事例として知られている。このプログラムでは、貧困層の家庭に対し、子供を学校に通わせたり健康診断を受けたりすることを条件に現金給付を行うことで、短期的な貧困緩和と長期的な人間資本形成を同時に促進した。このように、行動経済学の知見を活用しつつ、構造的要因にも対応した多面的なアプローチが、持続可能な貧困緩和につながる。行動経済学の方法論は、政策設計において非常に有効だが、それだけで完結するものではない。RCT などの実証研究は、因果関係を明らかにする上で重要だが、その結果を他の文脈に応用するには、地域の文化的背景や構造的要因を深く理解する必要がある。また、行動介入が持つ限界を補うために、制度的改革や経済的支援と組み合わせる多面的なアプローチが、今後ますます重要になるだろう。世界銀行や国連機関は、行動経済学の知見を政策に生かすため、専門部署を設ける動きを加速させている。これらの国際機関は、開発途上国における貧困緩和や社会的包摂を推進するため、行動インサイト、行動洞察を基盤とした介入を積極的に導入している。例えば、世界銀行は、行動インサイトユニット、BIU を設立し、各国政府と連携しながら、教育、医療、金融サービスなどの分野で行動経済学を応用したプロジェクトを実施している。この動きは、特にアフリカや南アジア、ラテンアメリカなどの地域で顕著である。例えば、ケニアでは、政府が
ナッジユニットを設置し、税収の向上や公務員の勤怠管理を改善するための行動介入を導入している。税金の支払い期限を明確に知らせるシンプルなメッセージを送るだけで、支払い率が大きく上昇したという報告がある。また、インドでは、公衆衛生に関する行動を改善するため、住民に定期的に健康情報を提供するプログラムが展開されている。この取り組みにより、衛生管理や予防医療の実践率が向上し、感染症の発生率も低下している。一方、欧州でもナッジユニットの設置が進んでいる。英国のビヘイビアインサイトチーム、ビットは、政府の政策に行動経済学の知見を取り入れる先駆的な存在として知られており、社会保障制度や環境政策、教育改革など幅広い分野で成果を上げている。このチームは、市民がより良い選択を自然にできるよう、デフォルト設定の変更や情報提供のタイミング調整など、微細な介入を通じて政策効果を高めている。これらのナッジユニットの活動は、政府の政策がより効果的で持続可能なものになることを目指している。しかし、その一方で、行動介入が過度に個人の選択に焦点を当てすぎているとの批判もある。例えば、所得格差や雇用機会の不平等といった構造的課題を放置したまま、行動を変